段からたくさんのメールを受信していて、そのメールをどんどん処理していかなければならないという立場の方は比較的標的型のメールに引っかかってしまいがちであるという結果が出ていますね。こんにちは、ホワイトハッカーの青山桃子です。今日はサイバーセキュリティに関する質問にお答えします。This is ホワイトハッカーサポート。最初の質問です。映画みたいにリアルタイムでハッカーとやり合うことってありますか？リアルタイムでハッカーとやり合うことっていうのは基本的にはあまりありません。ホワイトハッカーのお仕事でいうと、攻撃を受けたとしてもその受けた攻撃元に対して攻撃を仕返すということはしません。攻撃をされたら攻撃をされた部分を、防御するとか、攻撃をされて被害を受けた部分を修復するっていう対応になりますので、 PC をカタカタやってコードを書いて、でいきなりプログラムが動き出すみたいなイメージはちょっと映画の中だけなのかなと思います。LAN ケーブルを抜くはありますね。実際に物理的に通信を素早く遮断する場合にはやっぱり物理線を抜くのが一番なので、マルウェア感染が発覚した端末をまずは LAN ケーブルを抜くとか、無線のスイッチをオフにして無線から切り離すっていうことは実際にありえます。ハッカー、クラッカー、ホワイトハッカーの違いは何ですか？ハッカーっていうのは技術力の高い人の総称ですね。でクラッカーっていうのはその中でもその高い技術力を悪いことに使用する人のことを呼んでいます。でシステムを破壊したりするのでクラッカーと呼ばれたりしますね。高い技術力を持っていろいろなことができてしまうので、それで悪いことをする人が多かったという時代があったので、ハッカーはみんな悪い人みたいな印象がついてしまったのではないかなと思います。でホワイトハッカーっていう我々が呼んでいるのは、高い技術力を悪事に利用しないで、悪いことに利用しないで正しいことに利用する人のことを言っています。次の質問です。クラッカーとのいたちごっこはこの先も続いていきますか？これはもう本当に IT システムが存在する限り続いていくものだと思います。近い将来はクラッカーの作った AI を含むような自動化されたプログラムとホワイトハッカーの作ったそういう対策プログラムが人間の関与しないところで戦っていたちごっこを繰り広げるようになるんじゃないかなと思います。攻撃側の自動化プログラムっていうのは現時点でも使われててもおかしくはないと思います。一般の PC スマホユーザーのネット利用者が日常的に必ずやっておくべきこと、逆に決してやってはならないことは何でしょうか？ OS やソフトウェアを最新版にアップデートすることです。アップデートを行わずに使っていると、どんどん新しい攻撃の被害を受けてしまうことになります。あとやってはいけないこととしては、自分の普段使用している EC サイトがあったとします。でその EC サイトからメールが来て、でその EC サイトのアカウントが不正利用されたのでアカウントをロックしました。この URL をクリックしてくださいというようなメールが来たとします。安易にその URL をクリックするのではなくてですね、自分が普段使用しているような、例えばウェブブラウザからログインして、ログインしてみるとか、自分のスマホのアプリからログインしてみるというような普段の経路での確認をして、リンクはクリックしないという方法をすることが、求められています。次の質問です。IT リテラシーの低い社員に対してセキュリティ意識を高めてもらうために効果的なアプローチはありますか？標的型メール訓練というものがすごく主流になってきています。標的型メールを偽装したようなメールを社員にランダムに送りつけて、添付ファイルですとかリンクを誤って開いてしまわないかっていうところを確認するようなテストです。訓練のメールを開いてしまうのが統計的に多いと言われているのは、普段からたくさんのメールを受信していて、そのメールをどんどん処理していかなければならないという立場の方は比較的標的型のメールに引っかかってしまいがちであるという結果が出ていますね。開いてしまうと訓練のメールなので実際は開いてはいけませんよみたいな注意書きが出てきて勉強になったりですとか、あとは会社側としても何人開いてしまった人がいますっていう統計情報が得られたりですとか、今後のセキュリティ意識を高めるための指標になってくるのでとってもおすすめです。ID やパスワードはどのようにして管理していますか？推奨されているように定期的に変えたり、長く複雑なパスワードを考えるのは大変です。
安全にでも楽に管理できるおすすめの方法が知りたいです。パスワード管理ソフトを使用するのがおすすめです。複数のサイトへログインするための ID やパスワードなどをまとめて管理するようなソフトウェアです。生体認証ですとか、あとはマスターパスワードと呼ばれるようなパスワード管理ソフトのパスワードを一つ使わないと、中のパスワードが見られないような仕組みのものをおすすめします。おすすめの複雑なパスワードを自動的に生成して、出力してくれたりするのですごく便利です。定期的に変えることが有効であるかっていうところは現在は特に有効性は確認されていなくてですね、なぜかというと定期的に変更することでパスワードの使い回しですとか似たようなパスワードを使用することでパスワードが弱くなってしまうっていうようなことが、言われているからです。もちろん定期的に更新することで例えば知らずに漏れてしまったパスワードがリフレッシュされるのでセキュリティ対策が有効であるっていう考え方もあるので、一概に定期的な更新が悪いということでももちろんないんですけども、必ず定期的にやらなければいけないっていう風潮では現在なくなってきています。サイバーセキュリティは攻撃側が圧倒的に有利であるとされていますが、防御側でも優位に立てる点はないのでしょうか。攻撃側っていうのは攻撃をしたい相手のどこか一つでも弱いところ、脆弱性を見つけることができればそこから侵入し、目的を達成することができてしまいます。ただ防御側っていうのは本当にどこから入ってくるかわからないので、全ての出入り口を確認したり全ての脆弱性を潰しておかなければ100% の対策っていうのはできないので、それは難しいということになります。脆弱性っていうのはシステムにおける弱いところです。一番簡単な例えで言うと穴ですね。桶の中に水がたくさん入ってたとして穴が開いていたらそこから水が出てしまうので水を守りきることはできないっていうようなイメージです。対策側としては一つやられてもその後ろでもう一つ防護壁があるようなことを考えてもらうといいかなと思います。例えば一番最初のファイアウォールのようなネットワーク機器のところを侵入されても中でネットワークがさらに分断されていたので一番大切な情報が入っているネットワークまでは侵入できませんでしたというような形にするとかですね。次の質問です。ダークウェブについてはどう思っていますか？本当に存在するんですか？ダークウェブは存在します。非常に匿名性が高くて、その匿名性を担保するようなツールでないとアクセスができないような領域というふうに言われています。ダークウェブの中ではですね、例えばサイバー攻撃の情報ですとかランサムウェアとかで収集した企業のデータとかが公開されたり売買されたりっていうケースもあるようです。次の質問は何をどう勉強したらホワイトハッカーになれるんですか？私の場合は中学生ぐらいになってくるとプログラミングとかにも興味を持って C 言語ですとかベーシックっていう言語の勉強をしてました。で実際にプログラムを作って動かしてっていうのをパソコンでやったりして、楽しんでいたっていうようなことがありました。例えばコンピューターのゲームが面白いって思って始めるのもいいと思うんですよ。でもそこでゲームをプレイして終わるのではなくて、これ面白いからじゃあ仕組みをちょっと考えてみようとか実際に自分でもゲーム作ってみようとか、そういう知識欲に発展していくような人がハッカーとしては適性があるのかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。皆さんのサイバーセキュリティへの興味がこれで少しでも深まれば嬉しいです。